こんにちは。今日は大工さんの失敗というトピックにフォーカスしてみましょう。大工さんは実務においてとても重要な役割を果たしますが、時にはミスやトラブルも発生することがあります。架空の状況を想像して、彼らが経験するかもしれない失敗事例をいくつか見てみましょう。1、大工さんが建設現場で作業中、正確な寸法を測定せずにカットした場合、部材が合わなくなってしまうことがあります。このような精度のミスは、建設プロジェクトの進行に影響を与える可能性があります。2、大工さんが注意深く作業していても、道具のメンテナンスを怠ってしまうと、道具の劣化や故障が発生するかもしれません。道具のメンテナンスを怠ることで、作業の効率が低下し、作業中にトラブルが発生する可能性があります。3、大工さんが建設プロジェクトで協力して作業している場面で、コミュニケーション不足や誤解が生じると、作業の進行や品質に影響を及ぼすことがあります。正確な情報や指示が伝わらないことで、作業が停滞したり、作業内容に不備が生じる可能性があります。これらの3つの失敗は、大工さんが経験するかもしれない一部の例です。ただし、大工さんの能力やスキルはそれだけで判断することができないことを理解しておくことが重要です。失敗は成長の機会でもあり、それぞれのミスから学ぶことで、彼らはより優れた職人として成長することができるのです。